こんにちは、こはくです。今回はダンダダンより綾瀬ももメイドバージョンを作りました。今年4月にもももを作ったので2回目です。もものファンが怒ってきそうなほど前回ひどい出来だったので、今回はそのリベンジです。アニメダンダダン2期始まりましたね。正直2期はどうかなとあまり期待していなかったのですが、1期に引き続き面白いです。ダンダダン愛は前回十分に語ったので、今回は2025夏アニメについてお話ししますが、その前にこの話をしたいです。2025 7月27日幕張メッセであるイベントが開催されました。そう、ワンダーフェスティバル2025夏です。今年はエヴァンゲリオン30周年を記念したコラボ企画エヴァワンフェスや生き物ワンフェスがあったそうで、行った人羨ましいです。ちなみに私は一度も行ったことがないです。来年行けたらなぁと思っています。ワンフェスに行ったら一般ディーラーの作品を隅から隅まで見てみたいです。X で一般ディーラーの作品を見ていて、それが息を飲むほど美しいんです。その作品を生で拝んでみたいです。すみません、話が脱線してしまいました。では2025夏アニメの話をします。この夏、あなたはどのアニメを見ていますか？巷では今期は豊作と言われているようで、確かに私もいつもより多めに作品を見ています。まずダンダダン2期、タコピーの現在、ヒカルが死んだ夏、ガチアクター、フードコートでまた明日、ルリの宝石、シティアニメーションの7作品です。普段は3作品以下に抑えている私にとってこの量はしんどいです。本来ならここにおそ松さん4期、雨と君とも入れる予定でしたが控えました。ちなみに8月はコックンある夏の少女たちよりを見る予定です。こんな状況なのになぜか Amazon でアポカリプスホテルを見始めて、さらに自分の首を絞めています。さて今回語りたいのは特にお気に入りの3作品です。タコピーの現在、ヒカルが死んだ夏、ルリの宝石です。まずはタコピーの現在です。簡単にあらすじをご紹介します。ハッピーを広めるために地球にやってきたタコ型宇宙人タコピーと、学校でいじめに遭い複雑な家庭環境で悩む少女静香の交流を描いた物語です。タコピーはハッピー道具を使って静香の問題を解決しようとしますが、彼の純粋さが思わぬ事態を引き起こしてしまいます。作品を全く知らない私は Amazon のサムネを見て、タコが小学生と戯れるほのぼのアニメなんだろうなと思ってスルーしていました。その後何度かサムネを見た時、ある違和感を覚えました。女の子の服がヨレヨレで汚く見えるような、もしかしてほのぼのアニメではないかもと思い、1話見たら案の定えぐくてびっくりしました。出てくる登場人物がみんな不幸なのが辛いです。なのに早く次を見たいと思う自分がいます。他人の不幸は蜜の味なのでしょうか。好き嫌いがあるかもしれませんが、タコピーの声と喋り方、私気に入っています。語尾に P をつける癖があって、例えばお腹が空いたっぴと言います。この言葉でえぐいストーリーが若干まろやかになっている気がします。ぜひメンタルが落ち込んでいない時に見てほしいアニメです。悲しいお知らせですが、なんと8月2日6話が最終回だそうです。6話で完結するのは短すぎる気がしますが、どんなラストを迎えるのか楽しみです。次はヒカルが死んだ夏です。まずは作品のあらすじを紹介します。
幼なじみの少年2人、ヨシキとヒカルがある日を境に変わってしまったヒカルと不可解な事件に巻き込まれていく物語です。見た目も記憶も変わらないヒカルですが、ヨシキはそれが別の何かにすり替わってしまったことに気づきます。それでも一緒にいたいと願うヨシキと、姿はヒカルでも中身は別の存在である何かとの日々が始まります。同時に集落では奇妙な出来事が次々と起こり、物語はホラーと友情、そして本物とは何かという問いを織り交ぜながら展開していきます。私はホラーが苦手なんですけど、今のところギリギリ見れてます。怖すぎるので日中の明るい時間帯に見るようにしています。何が怖いかというと、光の中にいる別の何かがヨシキに接触してくるところです。しかもその何かはヨシキのことが好きだというのがゾッとします。このアニメはどの地域がモデルになっているのか調べてみました。明確な場所はないようですが、三重県の度会町の山間部が有力候補とされています。地図ではここですね。この地域は縄文時代に遡る遺跡や弥生時代以降の住居跡や出土品が多く出たそうで、史跡もあるそうです。聖地巡礼がてら古い歴史に触れるのも楽しそうに思いました。とにかく今の段階ではこのアニメは怖いとしか言えないんですが、ホラー好きな方にはぜひ見てほしいです。次は瑠璃の宝石です。まずはあらすじを紹介します。キラキラしたものが大好きな女子高生谷川瑠璃が鉱物採集の世界に飛び込む物語です。ある日、水晶のペンダントに一目惚れした瑠璃は、自分でも鉱物採集できるはずと山に向かいます。そこで鉱物学を専攻する大学院生荒戸凪と出会い、一緒に鉱物採集をする物語です。鉱物は詳しくないですが、パワーストーンが好きなのでこのアニメを見始めました。このアニメの見どころは採集のリアルや鉱物の種類が知れるところと、凪と瑠璃の関係性です。鉱物ってサファイア、水晶など有名どころしか知らないという方多いのではないでしょうか。このアニメでは1話ごとに違う種類の鉱物が登場して、凪が鉱物はどのようにできているのか、どのような性質なのかなど分かりやすく説明してくれます。アニメを見ながら地質学を勉強している感じです。鉱物採集では地図を片手に山の奥に入ります。目的地に着いたら専用のハンマーで石を割りながら鉱物を探します。その作業がまさに宝探しのようで楽しそうです。楽しそうと言いながらも、実際に山に入って探すのはハードルが高くてできそうにないです。まずは新潟県の糸魚川市の海岸で翡翠探しから始めたいですね。とにかく、このアニメの背景はほとんどが山で、とても綺麗に描かれています。自然好きな人、自然不足の人、ブラタモリ好きな人におすすめです。以上で私が気になる3作品のご紹介でした。最後に今回作った作品について話します。このモモのメイドバージョンですが、まだ放送されていません。アニメ2期の予告動画を見てメイド姿のモモを知りました。予告で一瞬流れる映像とネット上のイラストを参考に作りました。おそらく色や形が少し違うと思います。放送後に答え合わせをするのが楽しみです。今回のお気に入りポイントは2つあります。まず靴の色です。今回からタミヤのエナメル塗料をデビューしました。こんなにツヤツヤするのかと感動しました。もう一つは紙筆極面層筆 S を買ったことで細かい塗装ができるようになりました。
でもこの筆には問題が一つあります。私にこの筆を使いこなす技術がない点です。細すぎて思うように書けませんし、筆に取った塗料がすぐ固まるので難しいです。慣れだと思うので、これからバンバン使っていきたいと思います。今回も反省点はいっぱいあります。特に横紙と腰のリボンです。横紙は長すぎて肩に当たってはまらないし、リボンはフリルが邪魔して隙間ができてしまいました。分割して作ると V 単体で作ってしまって、周囲とのバランスを確認するのを忘れてしまうんですよね。どちらも最後の組み立てでミスを発見したので、作り直す気力が湧きませんでした。修正せずに何もなかったかのように作り終えました。反省はこれぐらいにして、そろそろ作品が完成します。完成品はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。